あなたの血をすすりたい、そんな人間がいたとしたら、遡ること2年前の2021年10月13日、ケニア。点検1、2、3、4。ナイロビの拘置所ではいつも通り朝の点呼が行われていました。そこへ走り込んできた一人の刑務官。おい、あいつはどこだ。目を丸くする周囲に対し、刑務官は大声でこう訴えます。あいつだよ。ナイロビの吸血鬼がいないんだ。ナイロビの吸血鬼と呼ばれるその男はマスティン・ワンジャーラ。連続殺人を犯し収監されていたその男が刑務所から忽然と姿を消したんです。脱獄だー。騒然とする拘置所内、誰もが自由の身となってほくそ笑むワンジャーラの姿を思い浮かべました。しかしそのわずか2日後、ワンジャーラは遺体となって発見されたんです。脱獄を成功させた後に変わり果てた姿で発見された凶悪犯マスティン・ワンジャーラ。ナイロビの吸血鬼と恐れられた彼の身に一体何が起きたのか。目を背けたくなるような結末を招いたのは暴走した正義感だったんです。おそっす喉を痛めてるよ。ケンちゃんです。メッシおめでとう。やみやみかです。最近僕体調崩しちゃって、検査したらコロナ陰性で、インフルも陰性だったんですけど、薬飲んで良くなってきたんですけど、喉の調子がね、戻ってなくて、念のためしばらくちょっとマスクつけさせていただき、さすがの私もね、全部バリアはできないから。ヤミコさんが地球外から持ってきたという説も囁かれてるんですけど、今回はですね、吸血鬼の異名を持つ殺人鬼を2つご紹介させていただければと思います。吸血鬼って美女が狙われるんでしょ。気をつけないとね、私ね。そういうのあるし、適当に流さ姉妹チャンネルだとミッドナイトムーンっていうチャンネルとかもケン君がファンパイだったりするんですけど、今回ね取り上げる吸血鬼、どちらも悲劇的な内容というところでは共通項なんですけど、一つ目、アメリカのねサクラメントで起きた恐ろしい吸血鬼の話から紹介させていただければと思います。本当喉調子悪くてですね、皆さんすいません。だんだん気の毒になってくるわよ、あんた見てると。サクラメントの吸血鬼。遡ること47年前の1976年、アメリカカリフォルニア州。古くから交易の場として栄えた都市サクラメントが最初の舞台です。キャー、先生、またリチャードさんが。精神病院に入院していたリチャード・チェイスはある理由から看護師たちに恐れられていました。リチャードは窓の外に鳥を見つけるといつも手づかみで捕獲します。すげえな。そして彼が鳥を捕まえるその理由は血をすするため。リチャードは鳥を捕まえるとすぐに首をへし折り、そのままかぶりついて血を飲んでいたんです。顔やシャツを血だらけにして病棟を歩き回るその姿に、看護師たちは彼を吸血鬼と呼ぶようになりました。しょっぱなから黒いわね、ちょっと。こうしたリチャードの動きみたいなのって幼少期から端を発してたんです、実は。1950年5月23日、リチャードは中流階級の家庭に4歳年下の妹を持つ長男として生まれます。そしてリチャードが狂い始める最初の原因となったのは彼の父親でした。おい、リチャード、お前はまた俺の知らないところで悪さをしていたらしいな。リチャードの父親は非常に厳格な人物で、しつけと称しリチャードを殴ることも珍しくありませんでした。しかしそのしつけの方法はリチャードにとっては逆効果だったんです。厳しすぎるしつけの反動で、彼には幼少から動物虐待や放課癖といった攻撃的な兆候が見られていました。これはサイコパス的犯罪者の研究でも証明されている理論で、幼少期に受けた暴力とその人物の攻撃性には密接な関係があるとされているんです。また厳しすぎる父の影響はリチャードの母親にも現れます。リチャードが12歳を迎えたその頃、あなた、私に毒を持っているでしょう。父親に向かいひどく怯えた様子でそう叫ぶ母。もちろん父親が本当に母に毒を持っていたなどということはありません。日常的に父からなじられていた母は精神を病み、夫が自分を殺そうとしていると妄想するようになっていったんです。両親のいさかいは日に日に激しくなり、巻き込まれるリチャードの心を着実に蝕んでいきました。そんなリチャードは高校生にして酒に溺れマリファナを常用。その影響もあってか、病気不安症という精神疾患に苦しめられるようになったんです。病気不安症って言葉は簡単だけど、その組み合わせ聞いたことないわね。本当にこの病名の通りのものなんですけど、あんまり聞きなじみないというところで、本日のメトラキーワード、病気不安症について。
病気不安症とは、自分が何かしら重い病気にかかっていると思い込んでしまう精神疾患。医療機関の検査で病気が発見されなくても強い不安感に苛まれてしまうんです。リチャードは病気不安症を患い、自分は血液がどんどん薄まる奇病にかかっているのだと信じていました。そのきっかけは、年頃を迎え女性と性行為に及んでも体が反応しなかった苦い経験。自分は周囲の友人とは違うのだと思い悩んだリチャードは、性行為ができないのは血液が不足しているためだと思い込むようになっていったんです。その後、高校を卒業したリチャードは同年代の若者たちとルームシェアを始めました。しかし、誰かが俺の肺動脈を悪用している。妄想がひどく不可解な言動を繰り返すリチャードに耐えかねたルームメイトたちは早々に退去。一人きりになってしまったリチャードの異常行動はますますエスカレートしていくんです。病気を治すにはこうするしかないんだ。そう言ってリチャードが口に入れたものは生のウサギの内臓。外部から血液を補充しようと考えたリチャードは毎日ウサギを捕獲しては生の内臓を頬張っていたんです。さらに食べるだけでは飽き足らず、ウサギの血液を注射器に入れ直接自分の腕に注入。その結果、すぐに中毒症状を起こし病院へ搬送されます。ここで治療のために内臓を食べたと主張したリチャードは、妄想を引き起こす統合失調症だと診断され、精神科の病棟へ移されたんです。なんだかもう吸血鬼になるべくしてなったみたいな感じがするけどね。もう入院したんならもうそこで症状を改善してくれるんじゃないの？だったらよかったんですけど、この後の病院側の判断のせいでリチャードは最悪の結末を迎えることになるんです。吸血鬼の獲物。精神病棟でも寄稿を繰り返し、看護師たちに不気味がられていたリチャード。多くのスタッフが彼を隔離病棟へ移すべきだと訴えていました。しかし主治医の判断はそれとは正反対のものだったんです。お母様がきちんと見守ってくださるなら退院しても構いませんよ。なんと主治医は彼を退院させることでスタッフたちの不安を解消しようとしたんです。これただの厄介払いじゃないの？大丈夫？戻って。リチャードのお母さんも精神疾患を患ってなかった？実はお母さんは離婚して病気の原因の夫とはすでに距離取ってたんです。しかし大丈夫にはすぐにはならなかったんです。息子を薬漬けになんてできない。主治医は家庭でも投薬を続ける前提でリチャードの退院を許可したんですが、息子に薬を飲ませることに抵抗を感じた彼の母親は早々に投薬を中止。さらに精神障害者向けの社会保障を使ってアパートを借り、リチャードに一人暮らしをさせたんです。治療も行われず、何をしても咎められない。そんな状況に病状は改善するはずもなく、リチャードはここでも寄稿を繰り返していくんです。よし、できた。ミキサーからコップに注がれた赤黒い液体を嬉しそうに飲み干すリチャード。一人暮らしを始めた彼は近所の犬や猫をさらっては内臓を取り出し、ミキサーにかけたものをコーラで割って飲んでいたんです。さらに驚かされるのは、近くに獲物がいなければ母親が犬を飼うお金を工面していたということ。母親はリチャードを治療するどころか、逆に彼の気候を金銭的にも助長していたんです。一回さ、中毒で入院してんのにまだよくこんなことできるわね。普通にドン引きっすよね。実はね、これまだ序の口なんです。リチャードが精神病棟を退院してから1年ほどが経った1977年8月、湖のそばを通りかかった警察官は突如目の前に現れた彼の姿に戦慄します。なんだお前は、一体何があったんだ。警察官が取り乱すのも無理はありません。湖のほとりに佇んでいたリチャードは全裸で血だらけの状態だったんです。警察官はすぐさまリチャードが乗ってきていた車の中を確認すると、そこには一丁のライフルと血がたっぷりと溜められたバケツが。この時殺人の容疑をかけられたリチャードは逮捕されるんですが、実はバケツの中の血は全て牛のもので、結局は釈放されることに。リチャードはさらに多くの血を求め、より大きな獲物を狙うようになっていたんです。そしてこの時もし警察が彼を止められていれば、最悪の事態は免れられたのかもしれません。何よ、もう最悪の事態ってそういうこと？お察しの通りです。1977年12月29日、サクラメントの住宅地に銃声が鳴り響きました。年の瀬の買い物から戻った一人の男性が車から荷物を運び出し、自宅へ向かって歩き出したところを射殺されたんです。この時男性を撃ったのは、そう、リチャードでした。リチャードはすぐさま現場から逃走。被害者との面識もなかったため、彼が捜査線上に上がることはありませんでした。こうして動物では飽き足りなくなったリチャードはついに人間にまで手を出してしまったんです。しかし血を求めて生き物を殺めていたリチャードはこの時被害者の血をすすってはいません。そう、リチャードが男性を撃ったのはここから繰り返される凄惨な殺人の予行演習のためだったんです。年が明けた1978年1月23日、リチャードの目に留まったのはゴミ捨てのために外に出かけたテリーザ・ウォリン、妊娠4
ヶ月の女性でした。テリーザの後を追うようにして彼女の自宅へ押し入ったリチャードはそのまま彼女を射殺。キッチンにあった包丁でその腹部を切り裂きました。そしてこの次にリチャードが手に取ったのはゴミ箱に捨てられていたヨーグルトの空き容器。彼はその空き容器を使って切り裂いた腹部から血をすくって飲んでいたんです。リチャードのその行動は新しい命の誕生を心待ちにしていたテリーザにとってこれ以上ないほどの強行でした。さらにその4日後の1月27日、リチャードは鍵がかかっていないのをいいことにシングルマザーのエブリン・ミロスの自宅へ侵入。入浴中のエブリンを射殺し、やはりその腹部を切り裂いて血をすすったんです。この時はエブリンの自宅に居合わせた恋人、さらに6歳の息子と1歳の甥までもが命を奪われることになりました。マジで何よこれ。血が足りないっていう思い込みだけでこんな悲劇になっちゃうわけ。そこらの吸血鬼映画より全然怖いですよね。怖いわよ。ですがね、リチャードのこの強行によってついに事件に終止符が打たれるんです。ドアを開けろ、警察ら。シングルマザーのエブリンが殺害された翌日、近隣住民からの目撃証言を得た警察はリチャードのアパートへ押しかけます。そしてなんだこれは。リチャードの自宅へ突入した警察官は皆その場の光景に言葉を失いました。部屋にはリチャードが現場から持ち帰った人間の臓器が散乱。寝室からキッチンまでどこもかしこも血まみれになっていたんです。かくして逮捕されたリチャードはこの翌年死刑を言い渡されることになります。当然の結果よねこれはね。しかしこの後に及んでもリチャードは自分のやったこと、罪だという認識はあんまりなくてですね、この後最悪の結末を迎えるんです。どの家の風呂場にも石鹸箱があるでしょ。それを持ち上げた時に下がヌルヌルしていたら毒にやられてるってことですよ。刑務所内でリチャードと対面した捜査官はわけのわからないことを口走る彼に眉を潜めていました。リチャードが言うには石鹸箱の毒に侵された人間は血液が粉になってしまうというんです。どういうこと？このように刑務所内でも奇妙な発言を繰り返していたリチャードは他の囚人たちにとって罵声を浴びせる格好の標的でした。おい変人死ね。1980年12月26日、そうやって多数の囚人から罵られていたリチャードは独房内で死亡。原因は溜め込んでいた抗うつ剤のオーバードーズでした。皮肉にも死刑が執行される前に囚人たちの死ねという言葉は現実のものとなってしまったんです。彼の死が自殺なのか、うつの症状を抑えようとしてのものだったのか、今となっては知る術もありません。ほんと壮絶だったもんね。もう両親もそうだけど精神科で見てもらってたのに最悪の事態が防げなかったっていうのが悔しい結果になってるわね。適切な治療を受けていれば多くの被害起こんなかったかもしれないですよね。続いての吸血鬼はケニアを襲ったナイロビの吸血鬼。この男は少年たちを狙った犯行の非道さもさることながら、その後の展開に関しても非常に注目を集めた事件なんです。ナイロビの吸血鬼。遡ること2年前の2021年10月13日、次の舞台はインド洋に面した東アフリカの国ケニア。脱獄だ。首都ナイロビに位置する拘置所は朝から騒然とした空気に包まれていました。刑務官が慌てるのも当然の話。この日刑務所から姿を消したのは裁判を目前に控えた殺人犯マスティン・ワンジャーラ。ナイロビの吸血鬼の異名で知られていたこの男は凶悪なその犯行手口から国民に強く恐れられていたんです。異名で呼ばれるくらいだからね。ほんと一体何したっていうの。それがですね、非道っていう言葉で片付けられない恐ろしいものだったんですよ。言って大丈夫それ？広場でサッカーボールを追いかけているのは数人の子供たちと一人の青年。コーチ。子供たちが嬉しそうに呼ぶ青年はマスティン・ワンジャーラ20歳。彼は普段から遊んでいる子供たちを見かけると輪の中に加わりサッカーを教えていました。ワンジャーラはサッカーが大好きなケニアの子供たちから非常に慕われていたんです。だからこそ彼の本当の狙いに気がつく者はいませんでした。そう、ワンジャーラが子供たちに近づくのはサッカーを上達させるためではないんです。2021年7月、ワンジャーラは道端で出くわした12歳と13歳の少年2人にいつものように声をかけました。サッカーを教えてあげるよ。誘われた少年たちは警戒することもなくワンジャーラの後をついていきます。ねえコーチ、どこまで行くの？街から次第に遠ざかるその足取りに少年たちが不安を抱き始めたその頃でした。一瞬うめき声を上げたかと思うと突如として意識を失いその場に倒れ込む少年たち。すぐそばではワンジャーラが2人を見下ろしています。そう、ワンジャーラはすっかり油断していた少年たちの口元に薬物を押し付け意識を失わせていたんです。にやりと笑うと少年の首筋に手を伸ばしたワンジャーラ。そこから1人は首を絞めもう1人は頭部を殴りつけて殺害。そしてワンジャーラはすでに息をしなくなった少年に噛みつくと血をすすったんです。
その後思う存分鮮血を堪能し終わったワンジャーラは用済みと言わんばかりに2人の遺体を排水路に投げ捨てました。ワンジャーラは同様の手口で16歳の頃から4年間で13人もの子供を殺害。彼が逮捕された際には改めて周辺の川や排水路の捜索が行われ、行方不明になった子供の遺体が多数見つかったといいます。卑劣すぎるわよ、いくらなんでも。子供の純粋な気持ち、めちゃくちゃ利用してるところも許せないわよ。ケニアの皆さんも同じ怒り持ってたんです。その結果ね、ワンジャーラはこの後意外な結末を迎えることになるんです。民衆の怒り。2021年7月14日、ワンジャーラが逮捕されると、地元メディアはナイロビの吸血鬼という見出しを打ち、警察のコメントを大々的に報道しました。ワンジャーラには反省の色が全く見られない。子供の血を飲んだ満足感に浸っているようだ。さらにワンジャーラは同年10月12日、裁判を直前に控えたこの日の夜に脱獄。反省の色を見せず、刑罰をも免れようとするその振る舞いに、国民の怒りは最高潮に達していました。同時にこの時、独房の窓や壁を破壊した形跡がなかったため、刑務官の協力が疑われ、刑事機関の威信にも関わる事態に発展。警察は血相を変えてワンジャーラの行方を追うんですが、騒動は意外すぎる形で終焉を迎えるんです。ナイロビから遠く離れたブンゴマの村で発見されたワンジャーラはすでに死んでいました。脱獄を成功させたワンジャーラの身には実はこんなことが起こっていたんです。ここまで来れば大丈夫だろう。ワンジャーラが身を寄せたブンゴマの村は彼のふるさとだった。ワンジャーラは故郷に住む両親ならば刑務所から逃げ出してきた自分のこともかくまってくれるだろうと考えた。しかしなんだ。実家に身を潜めていたワンジャーラはけたたましい物音に慌てて目を覚ました。蹴破られた扉の外には何人もの村人が鬼の形相で立っている。ワンジャーラの姿を見たという噂が広まり、彼らは家まで押しかけてきたのだ。覚悟しろよ吸血鬼。角材などの凶器を握りしめワンジャーラを睨みつける村人たち。やめろ、やめてくれ。問答無用で何本もの腕がワンジャーラをつかみ、彼を家から引きずり出した。そして繰り返しオーダーされたワンジャーラは次第にぐったりとし動かなくなりました。その後駆けつけた地元警察が死亡を確認。世間を騒がせたナイロビの吸血鬼は法の裁きを受ける前に暴徒と化した民衆の手でその生涯を閉じることになったんです。近隣住民たちを駆り立てた者は犠牲になった子供たちを思っての正義感だったのでしょうか。しかし被害者の一人の母親の言葉を聞くと、その行動もまた勝手な判断だったと言わざるを得ないことを思い知らされるんです。私はずっと法廷で彼の姿を見たいと思ってきました。彼がなぜ子供たちを残酷に殺し、私たちに苦痛をもたらしたのかを知りたかったからなんです。不幸なことにこの母親の望みは永遠に絶たれてしまったんです。自分にとって正義の行動であったとしても、それが他人にとっての正義とは限りません。狂気の沙汰の一言で片付けたくなるような事件でも、その背景と真剣に向き合わなければ遠くない将来に悲劇は繰り返されてしまうのではないでしょうか。